地点の窓があった。めっちゃ怖いんだけど、これようやく屋上が見えてきた。うわ、来た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 。見晴らし最高です。城壁に囲まれた町ヒバ。この町自体が世界遺産です。身長180センチくらいだと足は結構はみ出ちゃいますね。足曲げて寝るしかないか。かけるものが薄いシーツ1枚しかもらえませんので、車内エアコンが効いてて逆に寒いです。多分ああいう向かい合わせのボックス席がテーブルを下ろすとこんな感じで、ベッドになると思うんですけど、そうするともう向かい側にいた人はどうなっちゃうの。あ、ここがヒバだ。いや、9時間の電車旅を終えてヒバに着きました。ヒバは町全体が世界遺産登録されてるらしくて、その美しい街並みを見るのがめちゃくちゃ楽しみです。今日一日かけてヒバをじっくり堪能しましょうね。ヒバ、この X で始まるヒバは、ウズベク語だったかな。で K で始まる KH のヒバは、英語表記らしいですね。どっちもヒバを指してます。うわ、なんだこれ。駅前の通りなんですけど、めちゃくちゃ建物統一感あって美しいですね。これ中心街行くの楽しみですね。着きました。今日のホテルはホテルイスラムベックっていうのかな。いいですね、この扉。入りましょう。フロント誰もいないな。誰かよ。Hello? はい。Can I check in now? オーナーは今休憩中らしいですけど、従業員さんが案内してくれました。8? Yeah, thank you. Yeah, okay. あれ、電気使い方わかんない。今日のお部屋はこんな感じですね。まあこじんまりとしたツインのお部屋では冷蔵庫ついてて、なんかデスクもついてますね。でテレビとクローゼットか。あ、なんかスリッパついてるわ。珍しい。結構安いホテルだけど。でなんかバスタブあるっぽいけど、これなんか綺麗そうなトイレと洗面台もありますね。面白いですね。これバスタブが一応ついてます。まあ体を浸かるほどの深さはないけどお湯もありますね。ドライヤーもあったらラッキー。一旦昨日お風呂入れなかったのでシャワー浴びて、街歩き行きましょう。ホテルの水4000スムだ。めっちゃ安い。サロン魅力です。城壁に囲まれた町ヒバ、この町自体が世界遺産です。さあ世界遺産散歩に出かけましょう。ここの町はイチャンカラと言います。マンホールもなんか可愛らしいですね。なんでもない道がめちゃくちゃいい感じですね。いや、それにしてもね、マジで暑いです。ここもう砂漠地帯なんで乾燥してるんですけど、めちゃくちゃ日が暑いんですよね。もう痛いレベルですね。うわ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 、これなんだこれ。街並みすべてがこれですって。やばくない？すげえ。これ街全体がこんなテイストでまとまってると思うんですけど、
やばい、めちゃ面白い。うわー、なんか向こうにミナレット、塔ですね、細長い塔がありますね。あれも行ってみよう。なんか今日いろいろ回りたいとこいっぱいあるんだけど、とりあえずお腹空いてるんで、レストランに行きましょう。このヒバの町は二重の城壁に囲まれてるみたいなんですけど、今私がいるところは、イチャンカラという一番内側2つの城壁の、中にある、町です。このイチャンカラに入るところまでは無料なんですけども、ここから先いろんな、施設に入るときには入場券が必要みたいです。でこのイチャンカラの西側の門、ウエストゲートに行くと、共通の入場券が買えるらしいんで、まずはそこに向かいます。おお、来た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 。このイチャンカラの街自体はすごくコンパクトにまとまってますんで、基本は全部歩きで移動できます。これは何だろう、友達同士でスイカを食べてるのかな。なんか種を吐き出しそうな顔してますね。ウエストゲート行きたいけど先にご飯にしましょうか。このヒバの街で Google レビューめちゃくちゃ評価高い、テラスカフェ&レストラン、ここにします。お邪魔します。おー、いい感じ。勝手に上行っちゃうけどいいのかな。わあ、店内混んでますね。やっぱさすが人気店だ。めちゃくちゃおしゃれな感じで、エアコンめっちゃ効いてる。コーラ久々に缶の来ましたね。ちょっと名前が違う。ユーカムっていうのかな。なんかクラシックのくださいって言ったらこれが来ましたね。めっちゃ冷えてるこの缶、期待です。いやーマジ外暑いからコーラがしみるでしょう。やば、最高です。とりあえず先にポテト来ました。なんかタルタルソースみたいについてて美味しそう。これはね、ダンプリング、餃子ですね。なんか柔らかいわ。餃子となんか多分トマト系のソースと爽やか系の野菜と人参かな。面白そうですね。これもヒバ名物みたい。このダンプリングなんかどうなってんだ。なんかビーフの細かい肉、あとオニオンかな、入ってるみたいです。いただきましょう。ビーフのダンプリングいただきましょう。ダンプリングっていうかなんだろうこれ、牛ひき肉をなんていうのかな、クレープで巻いたやつみたいな。あんまりそのダンプリング餃子の感じは全然ないです。牛肉の味付けがねめちゃくちゃ美味しい。なんかこのじゃがいもすごく甘いですね。くるみとカシューナッツかな。これローカルのデザートもあるみたい。これ食べればよかった。あれ、この後払う入場料のためにキャッシングしたらなんか5000サムソツで出てきた。やばすぎ、なんだこの量。ちょっとお金持ちになった気分。これでいくぜ。さあ再度この灼熱の街へ繰り出そう。やばい。西門は大きな青い塔をめがけていけばあるっぽいですね。うお、でっかいね。近くで見てもものすごいでっかい。でここを曲がるとあれでしょうね、なんか城壁のゲートがあります。西側ゲートに、入場チケット売り場があるらしいです。西にしか売ってなさそうですね。このイチャンカラの街はこんな感じですね。街自体はそんなに大きくなくて、ここには20のメドレセと、ミナレットがあるらしいです。1回ゲートを出て、そこですね、ありました。25万ソムだって3000円くらいだ。まあまあ高い。でもここに書いてある、19の施設に入り放題で2日間使えるみたいです。さっきから見えてたこの大きいやつはカルタマイナーミナレットっていうのかな。マイナーどころかメジャー級だけど、どういう意味なんだろうね。マイナーがわからん。
ただこの町で一番でかいミナレットな気がする。これなんだろう、なんかおじちゃんたちが談笑して、ちょっと待ってちょっと待って、これ誰かさ、ここにアメちゃん置いてるよ。でもこのミナレットは入れなさそうですね。ただ外側から見るだけかな。でかすぎない？これどっから入るんだろう。景色を縁取るようなこの門の形が、うわーいい。今見ました？ふわっとこの世界が広がる感じ、めっちゃかっこいい。ここの中入りたい。ここのクナアークってやつと入りたいんだけど、入り口はないんですよね。ぐるっと回りましょう。Thank you. No, thank you. Thank you. はい、ここクナアークって書いてあるけど、壁の中入ってみたけど何にもないわ。これなんかの城壁、城塞の跡って感じなのかな。今は何もありません。意外と観光客少なめでのんびりしていいですね。なんかこれは劇場か？ステージと客席みたいなものありますね。マジ何もなかったですねこれ。でもなんかこっちに一応道あるな。一応見に行くか。これ全然人いないから、もしかしたらがっかりスポットかもしれませんね。おお、なんだこれ、なんだこれすごい。おい、びっくりした。すごいの出てきた。これ見て、木製の柱がこの神殿みたいなものを支えてるんだ。すごいぞ。なんて書いてあるか分かんないけど、天井がなんだこれ、ちょっと分かんない気が、なんかね、金色の模様が施されてますね。うわすごい。なんかもうただの柱ですらかっこいいね。今までこういう木材を使った建築物って初めて見た気がするな。これみんな知ってんのかな。入り口入ったらすぐ左に行きましょう。みんなまっすぐ行っちゃってるね。さっき入場料で現金使っちゃったからまたキャッシングしました。まあでも3000済むくらいの手数料なんで、まあ3、40円かな。さっきのマイナーミナレットのところに売店ありました。ちょっと水欲しいね。なんか売店でお水買いました。5000ソム1リットルで60円くらい安いね。うわすごっ。綺麗なモフモフですね。ただ今は見てるだけでも暑いわ。なんかこの帽子余りすぎて椅子の座席カバーになっちゃってる。座りにき。これめちゃくちゃ売ってるんだけど、なんでラクダみたいなリャマみたいなやつの毛なのかな。いろんなところにぬいぐるみありましたよね。実物見たことないけど、ここら辺にたくさんいるのかな。お土産屋さんがたくさんありますね。やっぱ皆さん暑いからストールみたいの探してるのかな。次の目的地、うわーめちゃくちゃ背の高いミナレットがある。何これ、かりんとうみたいで。ここが、モスクジュマモスクですね。これがジュマモスクみたいですね。さっき初めて木造の建築物見たって言ったけど、こいつこれも完全木造だ。今度はこれ屋根も木材でできてる気がする。まあ屋根は結構綺麗なんで、もしかしたら修復かもしれませんけど、やっぱり柱は木材でできてますね。一番下のなんていうの、この基礎っていうのかな、部分は土、石みたいなものでできてて、そこから木の柱でこの建物を支えています。ただこれだけですここにも一番奥にはコーラン、晴天のモチーフみたいなものがあるのかな。展示されてますね。よし、日陰でちょっと回復したから
今のうちに次のとこ行きましょう。あれちょっと道に迷ったけどなかなかいいスポットを見つけちゃったかな。こう目の前で見るとこのミナレットかなり大きいですね。なんか登ってる人いるな。登ってみましょうか。こっからの景色最高だろうな。マジでもこれ登れるって言ってもさ本当に登れるかな。体力的に登れるかな。ちょっととりあえず行ってみましょう。よし登りましょう。危ない今勝手に私入っちゃいましたけど、ここは別料金だそうです。10万ソン、1200円ですね。私はたまたま今入りかけたところスタッフさんが見つけてくれて声かけてもらったんですけど、痛い真っ暗なんだけど、これ真っ暗で天井がめっちゃ狭い。中間地点の窓があっためっちゃ怖いんだけど、こっからはなんか窓があるから見えますね。ただこれ階段がめっちゃ急です。危ねえ。転んだら終わりだ。ようやく屋上が見えてきた。うわ来た。でも見晴らし最高です。ヒバの街がぐるっと360度。いいね。すごい眺め。この街で一番高いかな、この場所が。登るのはめちゃくちゃ大変ですけど1200円の価値はあるんじゃないでしょうか。いや降りんのもきちい。手伸ばしたらもうくっついちゃうくらいの、この隙間から風入ってきてめちゃくちゃ気持ちいい。よしもう限界です。このカフェ入りましょう。なんかアイスコーヒーってさっき書いてあったの見たんで。こんばんは。いやさすがに喉乾きすぎたから1リットルのコーラ頼んじゃいました。またこれルゴーナ。喉乾きすぎた。やばいよ。1リットルじゃ収まらないかもしれない。お疲れ様です。最高。外めちゃくちゃ暑いと思ったらやっぱり今日40度ありますね。で40度もそうなんですけど湿度 20% だってこんなん聞いたことあります？あの帽子たくさん売ってたもじゃもじゃの帽子かぶってる人たちがいますね。楽器を奏でてる人と前を待ってる人、あとなんか変な顔してる人いるね。ほんとゲームみたいな街並みですね。まさにドラクエって感じだよね。目的地着きました。ここねちょっと読めないんですよね。タシュクアリタシュ、すごいです。これ一面ぐるっとこの青いタイルで囲まれてます。美しいです。本当にゲームの隠し部屋のボーナスみたいな感じで急にカラフルな建物出てきましたね。こっち行くともう全然青いタイルの建物とか青いタイルの装飾とか全くないんですよね。あそこの部屋だけだ。すごい城壁に囲まれた街感ありますね。すげえな。これレンガと泥、セメントか、さすがにセメントかでできてます。ここもなんかありますね。あれさっきと同じだな。タッシュクアリハウリパレス。あれ一応寄ってくか。物は一緒ですね
うわすごい、肩にちっちゃい重機乗せてる2機がいます。力持ちだな。日没は8時前後らしいですね。ものすごい日が長いんだな。だいたい7時くらいに一番いい感じの写真が撮れるらしいです。ちょっと夕日っぽくなってきましたね。暑さもだいぶ和らいでます。さっきまでの焼けるような暑さはなくなって、ちょっと暑いかなくらい。夕日関係ないけど、あのミナレット若干傾いてない？よく見ると右に少し傾いてるように見えますね。映像だとこれ伝わるかな。この夕日を受けた逆光になっているミナレットが、人気の撮影スポットみたいですね。すごい、なんかこれラクダのなんだろうね、ラクダ見るサロン、これといったサンセットスポットはなさそうです。さっきの階段登っていた塔が一番良かったかもしれませんけど、多分あそこ10人くらいしか入れないから、この時間帯めちゃくちゃ混んでるでしょうね。でも結構綺麗かな。夕日っぽくていいね。よし、我慢できずに瓶コーラ買いました。なんかレストランなんですけどテイクアウト、させてもらいました。2万スムですね。200円240円くらい。初めてじゃない、瓶コーラ。今回の旅の瓶コーラ、やっぱり瓶は最高だ。ごちそうさまでした。さあ、ヒバナイトが盛り上がってきましたね。なんかよくわかんないけど、伝統的なダンスなのかな。まだちょっと外明るいけど、もう20時なんで晩ご飯の時間です。今日の宴会会場はこちら。名前が分かりません。帰りましょう。せっかくだからなんかこの外の席たまには行ってみましょうかね。夜景を見ながら、夜景の見えるレストランでご飯を楽しみましょう。これレストラン名はホラズムアートっていうのかな。ホラズムってなんか文化の話だった気がするね。何も読めないからちょっと翻訳をしながらちょっとずつ調べています。これ外の席にしたのは、このヒバ、夜8時を過ぎるとこんな感じでいろんな建物がライトアップされるらしいんですよね。今日はコーラ飲みすぎたんで最後はお水にしました。お疲れ様でした。乾杯。さっぱりしてていいね。なんか思ってたのと違うけどフライドチキン来ました。フライドチキンって言ってもフライド感あんまないね。これソースはなんだ、ただのケチャップかな。美味しそうならいっか。いただきます。フライドポテト美味しそう。なんかサクサクはしてないけど揚げたてで美味しいです。ちょっと脂っこい。あと塩気がすげえ強くて濃すぎ。なんか思ってたのと違うフライドチキンだけど、骨付きだけど肉がポロッと取れて柔らかそうです。なんか火の通ったチキンだ。別に味付けも悪くはないけど普通に火の通ったチキンでした。はい、もう一品、卵入り餃子ってやつだったかな。ヒバ名物らしいです。これ食べましょう。結構量多いですね。真ん中のはガーリックマヨネーズかな。なんか水餃子みたいなところに中にも火が通った卵が入ってるっぽいな。このソースつけてあんまり味ないですね。水餃子の皮にゆで卵みたいな卵が入っててヨーグルトの味です。これ8個は結構きつい。夜の時間帯はこんな感じでメドレセがライトアップされてますね。
左側は紫とか青が含まれてて、なんか左右非対称なのが若干気になっちゃうけど、ライトアップ綺麗にライトアップしてくれてます。やっぱりこのレストランが一番輝いてる。おしゃれではあるけど、なんかあんまりメドレセ感ないね。わあ、ライトアップされてますますかっこいい。めっちゃいいじゃないですか。エキゾチックっていうのかな。ちょっと人多すぎるな。すごい、夜になったらどんどん人増えてきてる気がする。やっぱ暑くて昼は歩きたくないよね。マジで現実離れした景色ですね。なんかテーマパークみたいな感じだよね。これ現実にある街なんです。ウズベキスタンのヒバです。うわいいな。これは昼入ろうとして入れなかったメドレセ・ムハンマド・アキン・イナックっていうのかな。中にはなんか展示されてますね。ミュージアム、ザ・ミュージアム・オブ・スカラーズって書いてあるな。まあどっちにしても入れませんので。従業員さんかな。入りたい。いや昼も良かったけど、やっぱ夜のがいいかもね。青とか緑のライトアップより、私はこういう一色の単純な光の方が綺麗に映ると思いますけどね。もう夜もだいぶ涼しくなってきたんで、もうしばらく散歩しましょうかね。やっぱこの通りが一番いい感じしますね。わあ、ここもすごいわ。さっきまでライトアップされてたミナレットとか消灯しちゃったみたいなんで、そろそろ終わりかもしれません。今9時半、暗くなってきた真っ暗だ。今日はサマルカンドから夜行列車で砂漠の町ヒバまでやってきました。明日はこのままトルクメニスタンの地獄の門見学ツアーに行きます。それでは皆さん、入り店エルタガ。街の中心部はライトアップされてあんなにきらびやかだったのに、ちょっと外れたらこれです。落差ありすぎない。高さ60メートル、ミナレット。ついに到着しました。地獄に結構暑い。これなんだとハリネズミがいるぞ。